デニム育て始めます。 Drowning in the lost emotion, crying like some kind of ocean from my eyes, but I got up out of the hopeless. こんばんは、しろです。僕はあまり服とかこだわりはなくてですね、着れれば何でもいいっちゃいいんですが、最近気になるアイテムがあるんですよね。それがデニムです。かっこよく色落ちしてるデニムってなんかかっこいいじゃないですか。そんなこんなで古着でかっこよく色落ちしているデニムを探していたんですが、なかなかこれっていうのが見つからないし、丈がね合わなかったり、本当にかっこいいデニムっていうのがねなかなか高価でね購入できていませんでした。そんな時、フランスのアパレルブランドアーペーセーのデニムの存在を知りました。ブランド自体はね前から知っていたんですけれども、デニムがなんか有名なブランドぐらいしか僕自身知識はありませんでした。改めてアーペーセーのデニムを調べてみると、めちゃくちゃ色落ちがかっこいいデニムがたくさんあるんですよね。また自分で履いてそういうかっこいいデニムが出来上がっているっていうのもあって、自分だけの形にもなっているっていうのがねすごくいいポイントですよね。さらにアーペーセーが販売しているデニムって基本的にもう長い間形を変えずにずっと売っているっていうのもなんか僕自身心ときめいちゃったんですよ。余計なステッチとかタグとかもついていなくてミニマルなデザインに仕上がっているっていう点も個人的には非常に好印象です。あとはいろんな着用をしている方のねインスタのお写真とかを見てみたんですが、すごくシルエットが綺麗ですよね。実際に試着してみたんですけれども、履くだけで足がなぜか長く見えるんですよね。シルエットだけでここまで見た目が変わるのかっていうのが個人的には結構驚きでした。アーペー製のデニムは生地は日本製みたいですね。最近はあまり見かけなくなった糊付けされたまんま出荷されるリジットデニムがたくさん用意されています。ポリウレタンが混ざっているデニムってストレッチが効いていてすごく履き心地はいいんですが、リジットデニムは綿 100%。 これねどういうことかというと、めちゃくちゃ硬いんですよ。バリッバリに糊付けされて硬いからこそ履いていくとどんどん自分の形になっていって愛着が湧くようです。あとはリジットデニム綿 100% だから洗濯すると結構縮んだりするらしいです。この辺はねリジットデニム愛用されている方は扱いが難しいなとか、この辺が面白いなって思ってるんじゃないかなと思います。そんな感じで調べれば調べるほどワクワクしてきて、どんどん欲しくなっていきました。ということで実際にアーペー製の店舗に行って定番と言われている3種類のデニムを試着してきました。まずはニュースタンダードから履いてみました。サイズはね28インチぐらいがちょうどいい感じでしたね。29インチだと拳がね結構がっちり入るぐらいのちょっと大きすぎるかなっていう印象でした。ストレートジーンズでアーペー製の中では一番太くて股上が深いモデルになっています。ストレートとはいえ裾に向かって軽いテーパードがかかっているのかなっていう印象でしたね。サイズをうまく選べばタイトでもルーズでも履けそう。でもルーズに履くならアーペー製じゃなくてもいいのかなっていう印象でした。次に履いたのがプチスタンダード。これも28インチで僕はジャストサイズくらいでしたね。ニュースタンダードと比べると股上が結構浅くてお尻周りがねこうシュッとして見えるように作られていました。スキニーっていうほど細くはないんですが割と細めのモデルになります。裾に向かってテーパードがかかっているのでシルエットがねなかなか綺麗でしたね。そして3つ目がプチニュースタンダードっていうモデルです。ニュースタンダードとプチスタンダードのいいとこ取りっていう風にね店員さんには説明されたんですけれども、これがねなかなか細いモデルですね。サイズは僕は28インチがこちらもジャストサイズでした。股上の深さに関してはニュースタンダードとプチスタンダードの中間ぐらい、本当にねいいとこ取り間のモデルになるのかなと思います。ただ裾に向かってめちゃくちゃテーパードがかかっているので、サイズによっては結構足にまとわりつくようなぴったりとした履き心地になるのかなと思います。これに関しては29インチも履かせてもらったんですが、29インチは僕の場合はかなり太く大きく感じましたね。ということでいろいろ試着して迷って僕が購入したのがこちらプチニュースタンダードっていう一番細いモデルになります。なんで結局一番細いモデルにしたのかっていうと、僕の感想印象ですけれども、履いた時に一番綺麗に見えたんですよね。とはいえ試着段階では結構ねしゃがむのも大変なぐらいデニムが硬くてびっくりしました。本当に大丈夫かなと思ったんですけれども、店員さんに聞いたら履いてるうちに馴染んできますよっていうことだったので購入を決意しました。価格は 24,200 円だったはずですね。
購入するにあたってアーペー製のモデルって結構股下が長かったりするので、先にね裾上げをお願いしました。この辺はね結構アーペー製デニムを愛用している方の中でも意見が分かれるところで、ある程度履いて1回洗濯してから裾上げをするっていう方もいますし、先に裾上げしちゃうっていう方もいます。でも僕は先に裾上げを行いました。ただね、切る意味あるのかっていうぐらいね、ちょびっとですけれどもね、5センチ未満ぐらいですかね、このぐらい切ってもらいました。それで、ちょうどワンクッションあるぐらいの長さですね。洗ったら縮むことを想定して、またロールアップして履きたいなと思っていたので、このぐらいの長さでちょうどいいですよっていうお話だったので、このぐらいの長さでお願いしました。店頭で裾上げをお願いすることもできるんですが、受け渡しは4日後だそうです。リーバイスのデニムだとチェーンステッチが一つの特徴だと思います。鎖のようなステッチで裾を縫うっていう感じですね。でもアーペー製はシンプルミニマルなデザインだからこそシングルステッチとなっています。この辺は好みが分かれるそうで、わざわざね裾上げの時に別のお店に持ち込んでチェーンステッチにしてもらうっていう方もいるそうです。僕はチェーンステッチにするならリーバイスのデニムでいいんじゃないかなと思っていたので、今回はねアーペー製ならではのシングルステッチでお願いしました。そして4日後の今日、やっとねこういう風に受け取ってきました。それじゃあね実物見ていきたいなと思います。表面はまだ糊がしっかりとついているので、布ではあるんですけれども、結構ツルツルとした手触りになっていますね。色は、青は青ではあるんですけれども、結構濃いネイビーとなっています。これがね洗濯のたびにどんどん落ちていくそうです。あとね手触りに関しては相当ゴワゴワしてますね。なんかね邪魔になるぐらいゴワゴワしてると思うんで、これ履き込んでいって柔らかくなるのは結構ね履き心地良くなるんじゃないかなと思います。で正面を見ていくと、これはねフライボタンって言って、ここがファスナーじゃなくて全部ねボタンで留めるようになっています。このねシルバーのボタンがなかなか上品ですよね。ポケットに関しては浅いと言われていますが、僕自身そんなに浅く感じないですね。ちょっとねこの辺りじゃ大きさ分かりづらいかと思うんで、1枚持っていた無印のデニムと比べてみると、ポケットの大きさはほぼ同じか無印の方、ほぼ同じですねっていう感じですね。シルエットを重視するとポケットが小さめになるのはしょうがないのかなと思いますね。ポケットにパンパンに物を詰める癖とかがある方は結構気をつけた方がいいのかなと思います。先ほどもご説明した通り、裾のステッチに関してはこちらシングルステッチになっています。無印のデニムはこんな感じで、これチェーンステッチっていうんですかね。なんか結構太めですよね、幅がね。あとですね、これ赤い点々がついている、なんていうんですかね、このパーツがついています。これはセルビッチの特徴である赤耳ですね。この赤いステッチがセルビッチの証となります。あとは後ろのポケットにはね紙が入ってます。こんな感じのね紙が挟まってます。で開けてみるとずらーっと文字が書いてあるんですが、これはアーペー製が推奨するデニムの洗い方だそうです。過激主義はできるだけ洗わないで、初回はドライクリーニング、2回目以降の洗いは濃色製品用洗剤を少量混ぜた水になどなど、いろんなねパターンの洗い方が書いています。ちょうどね画面にも出てると思うので、興味がある方はちょっとここで一時ストップして見ていただければなと思います。なんかねこういう風にデニムの洗い方とか過激主義なんていうねネーミングも面白いですよね。ということでアーペー製のデニムいろいろと一通り眺めてみましたので、実際にね履いてみようと思います。履いてみるとこんな感じ、結構シンプルなシルエットで、なんか足の形がすごく綺麗に見えますよね。これはねさすがアーペー製っていうところかなと思います。ということで履いてみたんですが、現状こうやって座っているだけでもかなり足回り、さらにウエストもねお腹もなかなかきついですね。早く生地が伸びてほしいなと思いますね。しばらくはねこのデニム毎日起きている間はガシガシと履いてみようと思います。洗い方についてはまだ悩んでいるんですが、3ヶ月とかねそのまま履いてみて何らかの方法で洗おうかなと思います。今後は定期的にこのアーペー製のプチニュースタンダードのエイジングの報告なんかをできたらいいですね。多分ねショート動画になると思いますが、ぜひショート動画もちょこちょこアップしているのでチェックしてみてください。このチャンネルでは Vlog やガジェットレビューなど様々な動画をアップしています。よろしければチャンネル登録、それからグッドボタン、
またコメントもいただけるととっても励みになります。さらに Twitter や Instagram などもやっています。こちらもぜひフォローをお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。またね。